Hello, hello, hello! ニコニコチャンネルのニックです。りょうです。で、今回はお家でイギリスパブ編です。はい、スタート。はい。まあでも、イギリス最近はそのサマータイムに切り替わって、そうだね。で、なんかいよいよそのあったかい春がやってきましたね。そうだね。今日が本当に20度ぐらいだったから撮影してる。そう。今日がね。だからまあやっぱりこんな時期にはそのパブが友達と一緒にそうだね。すごいなんかそれが結構なんかイギリスの夏の思い出。そうだね。イギリス人超好きだもん。そうパブで立ちながら飲むみたいな。そうだからでも今年は残念ながらまあ皆さんご存知だと思うけど、今年はなんかそのコロナウイルスのせいで経営が一時的に中止になったので、だから僕はすごいなんかパブが恋しいっていう感じ、そうだね。そうでまあそのパブに行けないって残念と思ってるそこのあなた、そんなあなたに、まあ、今回はイギリス産のクラフトビールを紹介していきたいと思います、でそのオンラインイギリスパブ飲み会、オンライン飲み会をしてはみてはいかがでしょうかっていう提案ですよね。それではまあ行きましょうか。もう喉が渇いたので。そうだね。飲みたいわ。飲みたい。はい。最初は IPA インディアンペイレールの日本です。はい。いやまあクラフトビールといえばまあ IPA かな、一番人気だと思うけど。そうだよね。イギリスだとね。そうでまあ2本を用意してますけれども、まあ最初もしかしたら皆さんご存知だと思うけど、このパンク、ちょっと待って、パンク IPA、ブルードッグパンク IPA で、実はこれまあスコットランドのブルーリーなんだけど、これまあ多分イギリスの一番、まあ、売り上げに言うとこれイギリスのナンバーワンです。じゃあ開けてみた。 OK、でその間にちょっと実はこれちょっと有名なおつまみなんだけど、このミスターポーキーなんかこう豚の皮、昔から多分食べられてるおつまみだよね。そうだよね。あ、そうビールに夢中でちょっとなんか見せるね。こういう感じ、もうなんだろう、もう大体の知れないやばいよね、恐ろしいちょっと恐ろしい見た目してるけどね。でももうこれがなんか塩っぱくてなんか多分ビールに合うんだよね。似合う。じゃあちょっと、じゃあ量のありがとうございます。どうぞ。じゃあ最初はじゃあまずちょっと先生なのでビー先ル生じゃないけどさ、でもちょっとなんかまあ最初は匂いかな。わあすごいフルーティーな匂いするもんね。フルーティー、あとホップもね。じゃあ乾杯。めっちゃホップスの匂いがするね。なんかこれが好いいね、こうすっきりしたね。すっきりした。すっきりしてなんかちょっと苦い感じ。ホップスはまあホップス入れるとやっぱりまあ苦味が結構出るんで、だからまあちょっとトロピカルフルーツすごい入れるね。そうだって鼻がでかいからさ鼻が超でかいからさ、仕方ないけどなんかトロピカルフルーツの匂いがすると思う。どう？確かに。でもこれとちょっと食べてみる。どうぞ。でもなんかもう最初に来た時以来食べてないかも。でも美味しい。なんかこれなんか皮がカリカリしてて、なんかちょっとなんか脂身がちょっとついてるの。ちょっとついてる。だから食べるとなんかカリカリして、なおかつなんかちょっと脂身がふわんってなるよね。ちょっと溶ける感じ。パンク IPA のブルードッグでした。はい、次はこちらのソーンブリッジのジャイプールです。インディアンペイレール。ジャイプールはインドにあるから。ただメーカーが違うんだけどさ、このソーンブリッジはスコットランドではなくて、こちらがまあイギリス北の方にあるシェフィールドのブルーリーで作られてます。で実はこれまあ100以上の賞を受賞してるんです。
このビールは。だから結構評判がいいよこれは。だからちょっと気になるね。100も逆に100あるのみたいな、なんかそういう賞があるのがびっくりだわ。まあただいろいろさっきと似たようなね。まあね、こっちがインディアンペールエールというセットだから、まあもしかしたらちょっとまあ色とかは似てるかもしれない。こちらははあ、もうテンションが上がる。また匂いを嗅ぐ。そう。まあちょっとレ違うよね。スした感じ。フルーティーがなんか少なめ。マイルドだ。じゃあちょっと飲んでみる。なんかこっちの方が、なんだろう、優しい味がすると思う。なんかその IPA が嫌いっていう人たちはなぜ嫌いかというと、フルーティーか苦味、ホップスの苦味が激しすぎて嫌い。だからこっちの方がちょっと激しい。ちょっとだからもしかしたら苦手な人が多いかもしれない。でもこっちの方がもうマイルドな。そうだね。ちょっと美味しい、マジ美味しいこれ。なんか俺もこっち派。あと炭酸、これちょっとなんかなんだろう、レス。こっちの結構やばかった。そうね、ガッてきて、でもこっちの方がちょっと確かになんかエールはもともとなんか炭酸が入ってないの。でなんかこっちの方が多分もともとのエールに近いと思う。俺炭酸あんま得意じゃないからこっちの方が好き。飲みやすい、飲まれるだし。そうだね。いやこれ美味しいわ。多分これはハマっちゃうね。はい。ということですね。今までのおすすめです。そうだよね。じゃあ今回の IPA でした。はい。で続きましてこのポーターです。でポーターもしかしたらちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、ポーターはその昔その荷物を運んでた人っていう意味になります。で昔この荷物を運んでた人がよくこういう黒ビールを飲んでたらしいんです。で今回のビールは先ほど紹介いたしました、ちょっとピンとこないね、紹介しましたジャイプールと同じメーカーだから、まあシャフィールドで作られています。で今回は黒ビール。おつまみ2品目やったね。その間に私は大好きなこれがポークパイで、こんな感じでちっちゃいんだけど、まあ断面こんな感じ、なんかこうまあなんかハンバーグみたいな、ポークハンバーグみたいなのが中に入ってて、まあ味はどうなのか分かんないけど、でも有名でしょ、パブで行ったら。そうそれ頼む人もいるの？めっちゃいる。楽しみ。わ真っ黒じゃんこれ。本当だ、真っ黒好き。そう。はい。じゃあとりあえず色は見せ色ははいこんな真っ黒な、まあギネスちょっと似てるかもしれない。日本で言ったらギネスが一番有名だもんね。でもギネスはスタウト、これがポーターだからちょっと違う。でもあなたは結構ギネスは好きでしょ？好き。黒ビールが結構好きだから。もうでも甘い匂いしかしない。チョコレートの匂い。あ、コーヒー。そうだね、コーヒーっぽい匂いがするね。あなた好きそうじゃない？パリスだ多分ね。じゃあちょっと飲んでみよう。乾杯。わお、好きかもこれ。なんかデザートビアって感じ。ちょっと食べていこう。あ、どうぞ。あとバニラ。私バニラの味がちょっとするけど。どう？なんかちょっとデザートビールなんだけど、どう？ポークパイと合う？しょっぱいのと甘いのと。合う。しょっぱ甘。じゃあこれはポークパイと一緒に。ポークパイ。おいしい。なんか強い感じしないんだよね。全然強い感じしないんだけど、今ビール瓶のアルコールパーセント見たら 6.8 って超強いじゃんみたいな。強っ。なんだ、日本のビールってすごい弱いんだよね。確かに。パーセンテージ4ぐらいかな。そう。はい。じゃあはいポーターでした。ポーター。はい。じゃあ最後来ました。頑張ったね。あんま強くないからさ。全然強くないからさ。で今回はペールエール。でペールは
まあ淡い、英語で日本語で淡いという意味なんだけど、それなんでかというと、まあ色的に結構薄い色がするから、ペールエールというんです。で今回のペールエールはこちらです。結構ラベルが可愛いんですけどね、可愛い、ね、家みたいな住宅地街、住宅街、そうですね、でこれはモンカダブルーリーで、モンカダブルーリーは今回地方の方じゃなくて、西ロンドンにあるブルーリーです。で実はこれはノッティングヒルペールというビールなんですけど、でまあ名前が書いてある通り、これがノッティングヒルで作られています。有名なエリアでしょ。そうでこのラベルもなんかすごいそのノッティングヒルの住宅街をイメージしたラベルです。超かわいい。じゃあどうかな、ね、じゃあ開けます。じゃあ3品目のおつまみなんだけど、これはもううちらというか、もういつも宅飲みしたら絶対にもう買うおつまみなんだけど、このセンセーショナルっていうタイのスイートチリ、もうこれは絶対に多分日本人超好きだと思う。なんかまあもし見かけたらぜひ買ってみてくださいね。どうぞ。ありがとう。でちょっと色を見たらさ、今回はさ、ゴールデン。じゃあちょっと匂いまた違うね。また違う。なんかこっちの方がフルーティーかも。もっとホップレス、だからもしかしたらこの苦味もレスかもしれない。飲んでみて。じゃあ乾杯。もうこれマジうま嬉しそうな。そうやね。どう味？どんな味がするの？ビール？なんだろう。そんな話だね。好きすぎてね。飲みやすい感じがするよね。すごい。なんか苦味がないからあんまり。フルーティーな感じがして、なんだろう、まあとりあえず苦いのが苦手な人はもしかしたらちょっとトライしてもいいかもしれない。そうだね。もしその苦味、その苦い味が苦手だったら、とりあえずそのインディアンペールエールじゃなくてペールエールから始めればいいと思います。そのクラフトビールの冒険に。なるほどね。そう。はい。私の先生が。いや先生じゃないけど、でも私の意見としてはね、今回のペールエール。はい、じゃあ飲み比べが終わりました。大丈夫？酔っ払ってない？酔っ払ってない。多分顔若いかも。ちょっとすぐ若いね。寮のフェイバリットビール、ちょっとフェイバリットビールはやっぱこのインディアンペールエール。あ、そう。なんかちょうどいいバランス。なんか苦いのも好きだし、なんかフルーティーのも好きだから、なんかその間を取った感じがするから、これが私は好きです。そうだね。さすが100賞を取ってるビールだなみたいな。超王道だけどね。多分僕もニックもジャイプール好きだったんだけど、でもなんだろう、こっちも結構好きだったな。なんか僕いつもその IPA 飲んじゃうから、今回はこのまあもっとそのなんだろう、フルーティーなビールちょっと味わってみて、あ、美味しいなと思ったの。まあ残念ながら今回このなんだろう、コロナウイルスのせいでなかなかパブ行けないんだけど、で今度金曜日ちょっとその Zoom というアプリを使って、ちょっとなんかその友達と一緒にその飲み会、オンライン飲み会をしようかなと思ってるんだけど、まあ皆さんももし興味があったらぜひなんかちょっとスーパー行って、まあイギリス産のクラフトビールを買って、で友達呼んで、まあイギリスパブオンライン飲み会やればいいと思いますけれども、そうだね。もしよかったらぜひ、でもし皆さんもご好きなビール、あとおすすめのクラフトビールがありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでくださいね。書いてくれれば嬉しいもんね。私嬉しくてちょっと支援させていただきますもしよろしければチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではまた次回でバイバイ。乾杯。